こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は今日本にいます。最近とても寒くなりました。はい、そうなんです。ですから寒いので、この写真の飲み物をよく飲んでいます。はい、これ見たことがありますか？はい、これですね、何か白い飲み物ですね。はい、緑茶じゃないですね。そうなんです。これは甘酒というものです。はい、甘酒って知らないっていう人多いと思います。はい、韓国では飲むそうです。同じもの。ですね、こう名前が酒って言います。そうなんです。これ本当にお酒の味がちょっとします。どうしてというと、これ酒を作るときに皆さんが知ってる酒です。アルコールの酒です。はい。お酒を作るときに、お米から作ります。そしてその作るときにそのお米のゴミみたいなもの、ゴミじゃないんですけど食べられるので、もう使わない部分があるんですね。その米がこの写真の酒粕というものです。はい。で、この中に酒のものが入ってるんですね。だからこれだけ食べてもちょっとアルコールの味がします。はい、そうなんです。面白いですよね。だからこれはね、本当は米なんですよ。うん。で、これが酒粕というんですね、名前が。で、この酒粕を鍋に入れて、お湯を入れて、ちょっと沸かして温かくして、でそこに砂糖を入れて、もうそしたら私が飲んでいるこの甘酒ができます。はい、作るのはとても簡単です。はい、でこれちょっとお酒が入ってるので、入ってるというかその酒作る時の途中にいらなくなった米を使ってますから、だからねアルコールの味ちょっとするんです。だから飲むと体が温かくなります。はい、私は冬によくこれを飲んでいます。はい、今日もこれを飲んだので皆さんに紹介しました。はい皆さんもよかったらですね、スーパーで買えます、この酒粕っていうの。はい、買えますので、もし日本にいる人はぜひスーパーで買えますので、ちょっと買って食べてみてください。作ってみてください。はい。ね、わからなかったらスーパーで酒粕どこにありますか？スーパーの人に聞いてみてください。はい。そうでした。今日はなのでまず甘酒を紹介しました。はい、では、でもね今日は甘酒の話じゃなくて、実はランドセルの話をしたいんですね。これね、このカバン見たことありますよね、皆さんね。小学生、日本の小学生が、カバンとして持っているものですね。ランドセルと言います。はい、カバンじゃないんです。ランドセルという名前がついています。はい、今日はね、これについてちょっとお話ししますね。はい。じゃあ、その前に、少しだけ紹介をします。JLPT を勉強している人、ぜひ私の YouTube チャンネルにたくさん勉強できるコンテンツがあります。はい、ぜひテスト前に見てテストに備えてください。はい、試験頑張ってください。JLPT の問題のようなもの、読解の読む練習を一緒にしている YouTube ビデオもありますし、合格する方法、JLPT 合格する方法っていうのがやっぱりあります。こういう勉強の仕方をした方がいい。この勉強はあまり意味がないとかあります。はい、ですので、そういうことも少し YouTube でも紹介しています。ぜひ私の YouTube チャンネルにありますので見てみてください。これは無料で全部見られますよ。ですが、もっともっと細かく深く勉強する必要があります。YouTube では全部のことは話していません。はい、ですので、今年本当に合格したい、テストに受かりたいという人はぜひ私のビデオレッスン、はい、使って
勉強してください。はい。これは私のオンラインレッスンの中で見られます。N2 の読解、中文長文とか、N1 もあります。中文長文。あと短文もあります。短い文ですね。はい。どうやって試験の勉強をすればいいか。あとは時間が短いですね。試験の時間。試験のその問題をする時間短いですね。どうやればいいか。テクニック必要です。はい。そういうことも話していますので、ぜひぜひ使ってください。これを見て毎年たくさんの人が JLPT に合格しています。はい。ですのでぜひあなたもこのビデオを使って合格してほしいです。頑張ってください。はい。この詳しい申し込みは今日のコメントにリンクが書いてあります。そのリンクから、見てみてください。そして、プライベートレッスンもあります。私のプライベートレッスン。これは私と学生さん一人でいろんな勉強をします。この時に、JLPT の読解、リーディングを勉強する人もいますよ。はい。何でもいいです。あなたが勉強したいこと、私と一緒に勉強しましょう。これは私とあなた一人一人ですので、いろんなことが質問できます。あとは会話の練習をしている人もいますね。はい。レベルも N5 から N1 までどんな人でも私が教えます。心配しないでください。大丈夫です。あとは、会話の練習をするクラスもあります。これは Zoom レッスンです。はい。これは土曜日です。これはね、私と学生さん一人ではないです。グループレッスンです。はい。Zoom レッスンです。そしてビジネス日本語もあります。これも Zoom レッスンで、私と学生さん何人かでしています。はい。これもグループレッスンです。はい。これは日曜日にしています。はい。日本で働く人とか、これから日本人と働く人、はい。そういう人もクラスにいらっしゃいます。はい。ビジネス日本語は大切なことがいっぱいあります。はい。ですので、ぜひ一緒に勉強しましょう。日本語学校とか大学の日本語コースでは全然教えないですね。はい。ここまで高いレベルはあまりクラスがないことがほとんどなので、ぜひぜひ、珍しいクラスですので、よかったら使ってください。ぜひ来てください。一緒に勉強しましょう。楽しいですよ。全部これについては私のオンラインレッスンのリンクを見てください。今日のそのコメントのところにリンク書いてあります。はい。あと私の Twitter もありますので、ぜひフォローしてください。では、今日の、お話入りましょう。今日はこのランドセルについてです。ランドセルと言います。はい。これはいつから使いますか？知ってますか？日本の小学生は何歳からですか？だいたい6歳、7歳ぐらいですね。はい。から小学校が始まるんですね、日本は。何年間ですか？知ってますか？6年間です。6年。うん。だから、子供が6歳、7歳ぐらいになったら小学校に入ります。で、その時に、親がまたはおじいさんおばあさんがこのランドセルを買ってあげるんですね。そして子供はこのランドセルを6年間、そう12歳になるまで、毎日使います。そう6年間ずっと同じカバンを使います。そうなんです。皆さんの国ではどうですか？子供の時覚えてますか？ね、そうでもこれはね、日本は昔からそうなんですね。小学生は6年間、小学校は6年間なんですね。6年間続くんです。6年間はずっと同じカバンを持って学校に行きます。そして今日私が一番皆さんに言いたいのがこのカバンの色です。はい、色ですね。何色？うん、あの知ってる人
というかそうですね、昔から日本に住んでいる人とか昔日本に来たことがある人は、知っていると思いますが、今の小学生ってどういうランドセルの色、どんな色のランドセルを持っていますか？どうですか？見たことありますか？うん、そうそう、人によってそれぞれだと思います。見たことある人、ない人ね、いますよね。これね、今見ると学生いろんな色のカバン持ってると思います。そう、ピンクとか青とか、えそうですね、緑とかそういうの、あとはネイビーとか黒とか、あと紫、見たことありますよね。そうなんですよ。でもね、これはいろんな色のランドセルは、これはですね、昔は違ったんです。はい。昔といっても今からだいたい30年ぐらい前はまだまだみんなほとんど同じ色のランドセルを持っていました。はい、そうなんです。見たことあるってね、人もいるかもしれない。実はこれ昔はあの昔そうですね、皆さんの友達でもし例えばじゃあ40歳とか50歳の知ってる人、日本人の知ってる人いたらぜひ聞いてみてください。ランドセルの色は何色でしたかって、その人に聞いてみてください。はい。男の人のランドセルは絶対に黒でした。はい、黒、他の色ない。はい。買えません、売ってない。そう、女の人は何色だと思いますか？女の子のランドセル、昔はそうです、そう、この写真の色赤です。そうです、赤のランドセルしかなかった。そうなんです。ですので実は私が小学生の時は赤しかなかった。はい。だから私はもちろん赤いランドセルを持っていました。はい。6年間それを持ってました。使ってました。そうそう。だけど、ここ最近ですね。最近って言ってもね、実はよく調べたら、2001年にある会社が、とても有名な大きな会社がランドセルを作っているんですけど、その会社が黒と白赤じゃなくていろんな色を作りましょうと言って、なんと24の色のバリエーション、いろんな色のランドセルを作ったそうです。2001年ですね。今から23年前、23年前にそういうランドセルを作った最初に。でその時はまだあまり買う人が少なかったらしいです。24色もあるけど、いやいや今まで黒と赤だしいいですと。だけど、その時ぐらいですねにどんどん日本の社会の中で男の子は黒いものを持った方がいいとか、女の子は絶対赤じゃなきゃダメだ、女の子は赤いスカートを履いて赤い靴を履いてという、そういうイメージ、そういうのは良くないんじゃないかというふうに社会で人がそう考えるようになったんですね。女だから何々しなければいけないとか、男だから何々してはいけないとか、そういうことはない。別に色だって自由でいいでしょというふうに考え方が広がったのがちょうどその時ぐらいなんですね。で、だからランドセルもちょっといろんな色を売り始めた。だけどまだその親とかが、いやちょっと急に自分の子供に急に赤じゃない
別の変なちょっと新しいなんか青とかのランドセル急に買ったらちょっと他の子供と違うからちょっといじめられるかもとか言ってね、やっぱ心配ありますよね。だからなかなかこう広がらなかったんだけど、10年したらその時から10年経ったら、だいたい2010年ぐらいからはもう子供たちもういろんな色のランドセルを持つようになったそうです。はい。時間かかりましたよね。2010年ぐらいからだそうです。だから例えば今20歳の人今20歳の人今2024年だから今20歳ぐらいの男の人女の人は小学校に入る時はランドセルの色はもういろんな色選ぶことができた。でそれが選ぶのが普通だったはずです。はい、だから皆さんの友達いたら聞いてみてください。あなたのランドセル何色だったってね。そうだからねこれ本当に今私が小学生を見てもこんな面白い色のランドセル背負ってるんだなって私は思っちゃうんですね。そうでもすごく自由でいいですよね。私の時はもう女の子は全員赤で男は全員黒でしたから、はい、何も考えなかった。それがいいとか悪いとか私は別の色がいいとか私もそんなアイディアなかった。そんな考えなかったです。でも面白いなと思います。そういう色一つのテーマ色というテーマだけ考えてもみんな自由でいいじゃないですか、ね、ちょっとジェンダーの話ですよね。自由なものを自分で好きなものを持つのがいい。人が決めてはいけない周りの人とか大人が決めてはいけないっていう考え方すごくいいなと思います。それでね今じゃあ人気の色っていうのをちょっと紹介します。男の子はですねちょっと残念なんですけど一番人気はやっぱり黒いランドセルが一番人気あるみたい。60%ぐらいはもう黒で次多いのがネイビーです。ちょっと青ってことですね。でも黒に近い青です。それが2番目。だから男の子はねそんなに変な色っていうか変って言っちゃいけません。すごく明るい色ないですね。その後もやっぱりちょっともっと薄い青とか、緑とかそういうのが人気です。ですが女の子はいろんな色のカバンを持ってます。カバンというか、ランドセルですね。一番人気の色はびっくりします。これ私びっくりした。そうってね。一番人気はですねパープルは紫です。紫だけど濃い紫じゃなくてちょっと薄い紫色。はい、ピンクに近い紫色ですね。これが一番人気。で次がピンク色。ピンクなんですね。赤じゃなくてピンク。でも可愛いですねピンク。で3番目が水色。全然違う色ですよね。だから最初紫、ピンク、水色なんです。で4番目がブラウン、茶色です。茶色だからね女の子は全然もう赤じゃない、もう好きな色を選んでますね。これは面白いなと思いますね。私が子供の時では考えられないことですね。こんなそうそうでねこれ同じことが起きてるのが、自転車です。自転車、はい、自転車特に子供の自転車です。やっぱり小学生ぐらいの自転車、この自転車の色も同じようなんですね。ランドセルと同じで私が子供の時は男の子は黒い自転車、はい、女の子は赤い自転車とか、ちょっとピンクのような自転車乗る子が多かったです私はね。だけど今は本当にいろんな色の自転車を
小学生たちは乗ってます。はい、可愛いです、すごく。で、見てるとやっぱりとてもよく見るのが女の子のパープル、紫です。パープルの可愛い自転車よく見ます。もうね、私最初見た時本当にびっくりしました。ってこんな色のパープルの紫の自転車が、子供のための紫の自転車が売ってるんだと思って本当にびっくりしました、最初はね。だけどね、よく見るんですね、そういう乗ってるんですね、女の子がね。だからね、可愛いね、似合いますそうだから、こうやっぱり決めてはいけないですよね。女は赤だとか、女が例えば黒を持ってはいけないとか、そういうの良くないし、あのすごく考え方が自由になってるというのはとてもいいことだと思います。うん、これがこう色だけの問題ではないんですよね。例えば小学生ぐらいの時って、大人になったらどんな仕事したいですかとか、何になりたいですかとかよく聞かれるんですけど、あの私の子供の時だとやっぱりこう女の子がやりたいというのはこうなんだか決まっていて、男はこっちこなんだかね違うんですね。女の子が例えばこうなんですかね、学者になりたい、大学の先生、大学で研究したいとか言うと、ちょっとみたいな、男みたいみたいな、例えばそんなイメージがあったり、逆に男の子が花屋さんになりたい、花を売るお店ですね、花屋さんになりたいというと、花屋さんは女の人の仕事だよみたいな、ちょっとそんなイメージがあったりして、こう選びにくいっていうのが、自由じゃないっていう雰囲気モードがあったんですけど、多分今はもっともっと自由になってると思います。あのだってどっちでもいいじゃないですか。確かに別に男の人が花屋になったって何も問題ないし、花は重いですしね、大変な仕事ですしね。で、女の人が学者になるなんてもう全然普通ですからね。だけどこうちょっと、まあこれは例ですけど、そういうふうに考え方が、男はこれとか女はこれとか、そういうふうなジェンダーで決めつけることは減ってきてるなというふうに感じます。それはね、すごくいいことですよね。私の子供の時はまだまだジェンダーの問題とても大きかったなっていうふうに思います。でも最近は特に日本でそういうのは良くないっていうふうに強く言われているので、小学校からまずランドセルの色もそうだし、いろいろ自由になってる、自分で決めていい、自分が好きなものを選んでいいっていう風になっているなぁと感じます。だから皆さんの国でもきっとあると思うんですね。ただね、この色の問題って結構私面白いなと思っていて、皆さんの国でぜひあったら教えてほしいんです。なんか例えば赤だとしても、赤はこれは誰が持つ色とかね、やっぱり赤って強いから。あとは黄色とかも結構強いかもしれない。あとは黒もそうかもしれないですね。まあ日本だと黒といったらお葬式、人が死んだ時に、みんなで集まってね、会を開きます。お葬式ですね。その時は絶対に黒とか決まってますね。だから色というのはきっと国の文化と結構関係があると思うんですね。だからね、ちょっとぜひその文化のこともだし、ジェンダーのことで何か皆さんの国にそういう話があったらぜひ教えてください。日本は昔は赤といったら女の子っていうイメージはとても強かったです。はい。だから今でもトイレです。よくある外にあるトイレに行くと、女の人は赤いマークですよね。で、男の人は
青いマークで書いてあることが多いはずです。でも最近どっちも黒く書いてたりすることもありますけど、ああいうところもジェンダーですよね。うん、だから皆さんの国それぞれみんな違うと思うんです。アジアの人とヨーロッパの人とまた全然違うと思うので、ぜひ皆さんの国ではどうかっていうのをちょっと教えてほしいなと思っています。はい、この話ぜひ私したかったので今日聞いてくださった方ありがとうございます。はい、ではでは、もっとね皆さんテストの勉強今してる人ぜひ私のオンラインレッスン見てくださいね。今日のコメントのとこにリンクが書いてありますよ。コメントから入ってクラスについていろいろ見てください。その中から申し込みができます。はい、あとは Twitter もよろしくお願いします。